ローウォーズファンの皆様、おはようございます。本日より、新イベント、ホニャララがスタートしました。は？どういう意味？では、早速ですが、違和感満載のイベント画面を見てみましょう。どうですか？あれ？何か変じゃね？と気がついたと思います。そうです。イベント名とイベント内容の説明文章が、日本語に翻訳されていないのです。運営はやっちゃったな。しょうがないので、カーク信者がイベント名を、日本語で勝手に決めることにしました。そのようなわけですが、小学生時代に、異国の言葉を全く学習する機会のなかったカーク信者としては、この英語を直訳するので精一杯なのです。おいおい、運営のミスも情けないけど、それをフォローするはずの動画制作者も、この程度の仕事しかできないのかよ。面目ない。カーク信者はこう見えても、この動画チャンネルの英語音声版も運営しているというのですから、どんだけ頭のネジが吹き飛んでいるのか、容易にお分かりになると思います。まさに怖いもの知らずだな。じゃあ、イベントの中身をちょっとだけ見てみましょう。この新イベントの注目点は、アーティファクトの宝箱を最大で、150箱ほど開封するタスクが存在する部分だと思います。7月19日、月曜日に開催された1日限りのイベント、夜間飛行においても、タイタンの召喚スフィアを120個開封というタスクがありました。今回のイベントでは、アーティファクトの宝箱を150箱開封という、目新しいタスクが新登場しました。これらは、イベントハイエナのカーク信者ですら、予想できなかった内容なので、召喚スフィアやアーティファクトの宝箱の鍵を、全く備蓄していませんでした。そのようなわけでして、今週末のイベントは、何もできないまま終わることになりそうですが、これを契機に、タイタンスフィアとアーティファクトの宝箱の鍵を、常に備蓄しようと心に決めたのです。この画像を見ていただければお分かりになると思いますが、前回の夜間飛行イベントの翌日から、カーク信者は、タイタンの召喚スフィアの備蓄をスタートしているのです。こうなったら、備蓄できるアイテムは片っ端から備蓄しよう。ここで、重要なお知らせをするよ。本日の discord.com にて、この画像のホラー穴に住む動物が、新ペットとして登場するという記事が発表されました。雪だるまを作ることができる動物なんて、いないだろ、と、心の中でヒーローウォーズの運営を嘲笑いながらも、熊かタヌキが、新ペットとして登場すると予想しています。さて、昨年の9月に、新ペットのアクセルが登場した際は、ペットの召喚卵を75個開封するタスクがありました。ここ最近のイベントの傾向を見ていると、今回の新ペットイベントでも、75個以上のペットの召喚卵を叩き割るイベントタスクがあるはずなので、ペットの召喚卵を備蓄されていない人は、今日から備蓄を始めることを強く推奨します。カーク信者の場合は、ペットの召喚卵を260個ほど、すでに備蓄済みです。新ペット誕生イベントを経験されたことのない視聴者様も大勢おられると思うので、ざっくりと来週のイベントのことを説明しますが、新ペット誕生イベントは激アツです。アクセルの時は、大勢のガチ勢が、福沢諭吉さんをガンガン突っ込んで、イベント期間中に星が5個や、アブソルートスターのアクセルを手に入れようと必死になっていました。ライトユーザーでも、星が3個の新ペットを誰もが入手可能なイベントになるはずなので、安心してください。とても重要なので繰り返しお伝えしますが、新ペットの誕生イベントは、サマーフェスティバルや、ハロウィーンイベントよりも、燃え上がります。ヒーローを、新ペットのマスターにするだけで、相当なパワーアップになるので、みんなが必死になって取り組むイベントなのです。昨年のアクセルの際は、相当なお祭り騒ぎになったことをよく覚えています。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、
ホラー穴に住む動物は、雪だるまを作るスキルを持ったクマだと、確信している人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。